ヘルダイバー、皆さんはアクセラレーターライフルの存在を忘れていませんか？私は今まで使う価値のない武器だと思って倉庫に眠らせていました。しかし黄金度でキルゾーンコラボの武器が復刻したのでテストしてみた結果、それが大きな間違いだったことに気がついたのです。使いにくい場面もありますが、苦手な部分をカバーできる構成で挑めば全ての適正力で活躍できる性能です。完全に過小評価していたので、まずはターミニット戦で効果的な場面を確認してみましょう。アクセラレーターライフルはわずか5発で放射噴出機とシュリーカーの巣を破壊することができます。破壊速度はプライマリーウェポンの中ではトップクラスで7秒ほどしかかかりません。さらに注目すべき点は距離によるダメージの減衰がほとんどないところです。300メートル以上離れたところから撃った場合でも5回の射撃で破壊することができます。この武器は短いチャージアップの後に3発の弾を発射します。総弾数は9発ですが、セミモードが存在しないので引き金を引けるのは3回までです。頻繁にリロードが必要なので、包囲準備完了のアーマーパッシブと組み合わせることをお勧めします。リロード速度は 0.8 秒ほど短縮され、並行マガジン数も15個に増えます。アクセラレーターライフルの単発ダメージは350なので、ワントリガーで1050ダメージと高い瞬間火力を誇ります。そのおかげでアルファコマンダーを素早く倒すことができます。このように頭部を狙えば3体を一瞬で片付けることも可能です。胴体を狙った場合でも2回の発射で倒せます。狙撃することも可能なので、アルファコマンダーに対してはかなり強力です。中走行を貫通できるので、ハイブガードの処理に困ることもありません。注意点は足に当たるとワントリガーで倒せないので、なるべく体の中心を狙うようにした方がいいです。バイルスピューワーも素早く倒すことができます。頭部を狙うとワントリガーで倒せますが、走行や腹を撃つと2回の射撃が必要になります。バイルスピューワーの周りに敵がいるときは頭以外を狙って爆発させるのが効果的です。小型の敵はそれだけで吹き飛びます。ストーカーに対してはワントリガーで3発の弾丸が命中すれば倒すことができます。言い忘れていましたが、アクセラレーターライフルを近距離で撃つと爆発のダメージを受けてしまうので注意してください。次は大型の敵に対処できるのか見てみましょう。結果から言ってプライマリーウェポンとしてはかなり優秀です。ベヒーモスのお尻を2回の射撃で破壊することができます。正確には5発の弾丸が命中すれば済むようなので、1回の突進をかわすだけでお尻を破壊することが可能です。インペーラーも素早く処理することができます。弱点にはマガジン打ち込めば3秒もかからず完了です。また後ろから腹を狙ったり接近して口を狙った場合は2回の射撃で倒すことができます。冒頭の映像でも見ましたが、アクセラレーターライフルだけでタイタンを処理することもできます。腹部を狙えば2回のリロードで倒すことができます。テルミットを使った場合はリロード回数を1回短縮することができます。また他の方法でタイタンにダメージを与えてからアクセラレーターライフルを使うのも効果的です。常に同じ結果にはなりませんが、エアストライクを使用後わずか2発でタイタンを倒せる場合もあります。しかしこれは胸や腹にダメージを与えられる戦略支援でなければ効果が低いです。イーグル機重装車を使用後にタイタンの腹を狙ってもアクセラレーターライフルのみで対処した場合とほぼ同量の弾を消費します。胴体と腹部は別に体力が設定してあるということなので覚えておきましょう。倒すのに8発撃ったのでほぼ3マガジン使ったことになります。対戦車兵器でタイタンの装甲が破壊された場合も同様です。 EAT を命中させて装甲がなくなった部分を撃つとマガジン2つ分で倒すことができます。腹を狙った場合はやはりマガジンを3つ消費することになってしまいます。アクセラレーターライフルと合わせる支援武器はグレネードランチャーがおすすめです。アクセラレーターライフルで腹部を3発撃った後、グレネードランチャーでタイタンを倒すこともできます。このようにすればリロードせずに素早くタイタンを倒すことができます。またアクセラレーターライフルを使うときは敵の群れへの対策が必須です。そのような問題はグレネードランチャーで解決することができます。さらにホットドッグなどのガードドッグと組み合わせると効果的です。ベヒーモスも焼いてくれるので口のあたりをアクセラレーターライフルで狙えばより早く倒すことができます。ホットドッグについては別の動画を参考にしてみてください。小型の虫やシュリーカーに対してはセカンダリーウェポンにピストルを持つといいと思います。特に最近はスーパーストアから購入できるオーラントが気に入っています。誘導モードは自動で敵をロックオンするのでシュリーカーを落とすのも非常に簡単です。ここでオーラントを効率的に使うコツについても紹介しましょう。ロックオンしてから射撃ボタンを長押しすると3発の弾が発射されます。
しかしこれはシュリーカーに対しては過剰な火力です。大抵の場合は一発当てるだけでシュリーカーを落とすことができます。このように撃つ方法は射撃ボタンと構えるボタンを同時にタップしてください。こうすればロックオンと同時に発砲することもできて、弾も一発しか撃ち出されません。このようにシュリーカーが散らばっている時は特に有効な撃ち方だと思います。スカベンジャーやハンターに接近された場合でも素早く発砲して被弾の可能性を減らすことができます。アクセラレーターライフルでこのような状況を切り抜けるのは難しいので、やはりセカンダリーウェポンにピストルを選択するのが望ましいでしょう。アクセラレーターライフルを使う時の構成例はエアストライク、ガス攻撃、グレネードランチャー、ホットドッグ。セカンダリーウェポンにオーランとガスグレネードなどを持つと対応できない場面はないと思います。次はイルミネートについて見てみましょう。フレッシュモブは大抵の場合3発で倒せるので素早く処理できます。フレッシュモブ2体を倒すのに10秒もかかりません。しかし確実ではないため、当たりどころが悪いと4発必要になることもある点には注意してください。オーバーシアーに対しては同じ部位に3発命中すればワントリガーで倒せます。しかし動いているオーバーシアーを1発で倒すのは難しいので2発必要だと思っておいた方がいいです。またヘッドショットを狙った場合は発射された3発の弾が1発でも当たれば倒せます。スローで再生してみましょう。これは2発目が命中しました。エレベートオーバーシアーの場合はバックパックを狙って一撃で倒すことができます。もちろんウォッチャーなども一撃で粉砕できますが、まさか自分の背後を狙われるとは思ってもいませんでした。背後から狙うなんて民主的ではありません。思い知らせてやりましょう。民主主義を味わうがいい。スティングレイを撃墜する性能はトップクラスです。わずか2回の射撃で撃墜することができます。また思考か乱装置の発電機も一発で壊すことができるのでワンマガジンで3つ破壊できます。ワープ線のシールドも3秒かからずワンマガジンで破壊できます。これは他の武器と比較してもかなり速い方です。ハーベスターに対してはどうでしょうか。シールドを破壊するには2回の射撃が必要です。その後足の関節を狙うと4発で倒すことができます。このようにスムーズにいかない場合も多いのでシールド発生装置を先に壊してもいいと思います。しっかり命中させれば1回の射撃で壊すことができます。またこのように他の方法でシールドを破壊すればアクセラレーターライフルのマガジン2つで倒しやすくなります。特にグレネードランチャーなどは相性がいいでしょう。アクセラレーターライフルは敵の群れへの対処が困難ですが、その弱点をカバーできます。バックパックも背負えるのでガードドッグも連れていけば接近してきた敵に対処しやすくなります。アクセラレーターライフルでソウルレスを狙うときは横になぎ払うように射撃すると多少は複数の敵に当てることができます。しかし大きな効果は期待できないので他の対抗策は必ず用意しましょう。おすすめはホットドッグですが、黄ボンドを購入していないなら通常のガードドッグやローバーでもいいと思います。通常のガードドッグは継戦能力が高くないですが瞬間的な火力はそこそこあります。セカンダリーウェポンはイルミネート戦でも非常に役立つオーラントがおすすめです。ウォッチャーやエレベートオーバーシアーの対処が非常に楽になります。アクセラレーターライフルで仕留め損ねた場合の追撃としても最適です。このようにワントリガーで倒せることも多いです。しかしオーバーシアーがシールドを出した状態だと効果は低いので注意してください。最後はオートマトンについて見てみましょう。アクセラレーターライフルでガンシップのスラスターを狙えば1回の射撃で撃墜することができます。発射されたうちの3発が当たれば撃墜できるのでスコープを除いて狙った方が当てやすいと思います。また船体を狙ってもマガジン1つ分で撃墜することが可能です。ガンシップに対する性能はトップクラスだと思います。背面を狙う必要がありますが遠距離からキャノン砲を破壊するのも簡単です。 100m 離れていても2回の射撃で壊すことができます。迫撃砲やバンカータレットも背面を狙うと一発で破壊することができます。タンクの場合は砲塔か車体を狙うかで違う結果になりました。車体は3発撃たないと壊せませんが砲塔は2発で壊すことができます。砲塔を狙える機会は限られるので車体を狙った方がいいと思います。ハルクの通気口を狙って爆発させることも可能です。2回の射撃で爆発させることができますが最速で発射しないと失敗してしまうでしょう。なるべくハルクの真後ろから狙うと成功しやすいと思います。ファクトリーストライダーについても見てみましょう。ガトリングを破壊するには2発の射撃が必要でした。スモークを使わないと正面からガトリングを破壊するのは難しいので遮蔽をうまく利用しましょう。
本体を破壊するには片方のハッチを狙って7回の射撃が必要です。より早く倒すための組み合わせは様々考えられますが、EAT を使うとアクセラレーターライフルを1発ずつだけで倒せます。次は中型の敵についても見てみましょう。はじめにデバステーターですが、胸だけに命中すると1回の射撃で倒すことができません。腰や骨盤のあたりを狙うようにすると1回の射撃で倒しやすいと思います。他にも足を狙って1回の射撃で倒すこともできるので、特にヘビーデバステーターを相手にするときは有効な手段です。盾の上から撃っても倒すことはできますが、その場合は3回の射撃が必要になります。バックパックを撃った場合は1回の射撃で倒すことができますが、ロケットデバステーターだと1発で倒せないので狙わないようにしましょう。ヘッドショットの場合はもちろん1発で倒せます。バーサーカーはデバステーターと比べるとかなり倒しやすいです。胸のあたりを狙っても1回の射撃で倒すことができます。強化スカウトストライダーに対しては足や骨盤、ミサイルを狙うと1回の射撃で倒すことができます。運が良ければミサイルが爆発するかもしれませんが、走行を狙っても効果はかなり低いのでおすすめできません。オートマトン戦で小型の敵への対策はどうしますか？ここでもオーラントを登場させてみましょう。オーラントがあればこのようにスタイリッシュなヘルダイバーになることが可能です。しかし見栄えはいいですが、実際はこのようにうまくいくとは限りません。見た目の派手さと性能は比例しないことも多いので、オートマトンが使うと非常に強力な兵器でも実際はこのような結果が待っています。高難易度になると小型より中型の敵が多くなるので、セカンダリーウェポンは攻めたあたりが無難な選択肢だと思います。アクセラレーターライフルについてはいかがだったでしょうか？ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。キルゾーンの黄金度は優先して購入する必要はないと思うので、スーパークレジットに余裕ができるまで待つことをお勧めします。それでは次回の動画もチャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。